原発に対するテロ攻撃を想定した訓練も行っております。本気で守る気あるんですか？この国に生きる人々の生命財産、この基準を満たしたものについては再稼働していく方針で。もしものことが起こった場合、また泣き寝入りか？福島の事故のように。山本太郎君。はい、生活の党と山本太郎と仲間たち共同代表の山本太郎です。党名は長いんですけれども、質問時間はなかなか長くないということなので、ぜひ簡潔にお答えいただきたいと思います。よろしくお願いします。その前にですね、本日この審議を傍聴しに来てくださっているお客様の中に6名の沖縄からのお客様がいるそうです。辺野古から来ていただいたということです。過去4度、直近の選挙では、沖縄の民意ははっきりとしました。辺野古に基地は作らせない、それが沖縄の選んだ民意、そしてそれが決めたことにもかかわらず、どうやら安倍政権はどうしても作る気満々のようです。一体安倍さんが何を考えておられるのかということも、これからいろいろ聞いていきたいと思うんですけれども、民主主義とは何なのか、立憲主義とは何なのかということを、今日お越しになっていただいている、辺野古の皆さんにもぜひお伝え願えたらと思います。よろしくお願いいたします。まず総論としてのお話を始めたいと思います。私たち生活の党と山本太郎と仲間たちは、今回の政府与党の言う平和安全法制、私たちから見れば紛れもない戦争参加法制だと思うんですけれども、これらの法案は明らかに憲法違反であり、そればかりでなく、安全を保障するどころか、自衛隊員と日本国民全体の危機を高めるもので、断固反対、全力で反対いたします。今回、この特別委員会で発言の場を得ましたので、私たちは次の4つの視点を基本に質疑を行ってまいりたいと思います。第1、やはり何よりも今回の政府提出法案は、日本国憲法9条に違反する、違憲立法だということです。憲法9条には、自衛権を認めるとはどこにも書いてありません。明確に武力の行使、これ禁止されております。しかし、外部から日本に対して攻撃、9泊不正の侵害があり、他に手段がない場合は、必要最小限度の実力行使が許されるという解釈で、正当防衛のための自衛隊を保有しているんですよね。日本が攻撃されていないにもかかわらず、武装した自衛隊が海外で武力行使をするということは到底許されることではありません。第2、後方支援は武力行使そのものだということです。日本政府は後方支援と言っておりますけれども、国際法上、ロジスティックスは補給、兵站であり、後方支援する自衛隊は、日本が支援するアメリカ等の敵対国、あるいは敵対組織の軍事目標、攻撃目標に当然なります。アメリカの敵がそのまま日本の敵になる、有志連合国の敵がそのまま日本の敵になってしまうという話ですよね。第3、国際法上の正当性についてです。中東、アフガニスタンでのアメリカ等の爆撃や地上作戦に巻き込まれた市民、女性、子どもたちの殺傷、これ、明らかに戦争犯罪です。国際法上の正当性、あるわけがございません。このようなアメリカ軍等の行為に日本の自衛隊が参加、協力すること、あってはならないです。自衛隊員の皆さんの危険が高まること、このことも重大な問題ですけれども、日本の自衛隊が非戦闘員の市民、女性、子どもたちに対し、誤って発砲し、加害者側、戦争犯罪者側になることは絶対にあってはなりません。現場の情勢、刻一刻と変化します。戦場ジャーナリストの方々にお聞きすると、皆さん口をそれてこうおっしゃる。身を守るために動くものはすべて撃つ、そんな状況に陥るのが戦場だと。安全だと思われた場所もその先は分からないという話なんです。我が国は海外ではあくまで集団安全保障、国連中心主義で行動すべきで、自衛隊の海外派兵は行わず、国連の人道支援活動を中心に参加、協力すべきです。憲法違反の法案に対してね、対案を出せ、これよく聞きますよね、声高に、与党側から。これはただの詭弁です。論点ずらし以外の何者でもない。憲法違反の法案に対する対案は廃案であると、
先日、参議院本会議で民主党、北沢筆頭理事がおっしゃりました。その通り。続いて第4として、私たちの安全保障に関する政策を主張していきたいと思います。まず、日本の領域に対する9泊不正の侵害に対しましては、従来通り、個別的自衛権と日米安保で対処します。尖閣、小笠原、東シナ海の中国漁船等については、海上保安庁の能力を一段と高め、自衛隊はそれをサポートすべきです。南シナ海に対しては、軍事力ではなく、外交力で対処すべき。ASEAN 諸国と連携し、APEC の枠組みで海上輸送路の安全を確保すべき。中国に国際法に違反するような行為があったとするならば、APEC や G7 などとも協力して、経済制裁をすることとし、そのことを抑止力とすべきではないでしょうか。中東につきましては、自衛隊は派遣せず、国連の人道支援活動への参加協力に徹するべきだと思います。イスラムは日本の敵ではありません。これが私たちの政策、いわゆる対案です。以上、4つの視点から質疑を行いたいと思いますけれども、今日は第1回目ですから、現在の我が国に差し迫った日本壊滅のリスクに関する重大な脅威について質問していきたいと思います。衆議院で100時間以上を超える審議が行われたっていう話なんですけれども、まあでも、ほぼ誰も理解できてないんじゃないですか。総理でさえもあんまり理解されてないんじゃないかなっていうふうに、先日のテレビでの分かりやすい説明とか見てると、そういうふうに思っちゃうんですけれども、安保法案に対して、それでもテレビにも出演されて、いろいろ噛み砕いてみんなに伝えようというお気持ちというのは、すごく伝わってくるんですけれども、残念ながら、ますます混乱を深めているだけ、理解を深めるコンテンツとして、今、ちょっと話題がね、かなり盛り上がってきています。皆さんご存知だと思います。教えて、ひげの隊長。ご存知ですよね。本家本元のひげの隊長の方も盛り上がってますけれども、その一方で、そのパロディ版が本家を超えるヒット数ということで、これ、合わせて見ていただくとかなり面白いと思うんですけれども、まず最初の質問はですね、このひげの隊長さんの動画、その一コマをお借りして質問したいと思います。ありがとうございます。少数会派はセルフサービスです。はい、それでは参りたいと思います。この動画の中、ひげの隊長さんはですね、あかりちゃんに対しまして、実際に日本にミサイルを向けている国があるのを知ってる？このように聞いています。安倍総理、実際に日本にミサイルを向けている国っていうのは存在するんですか？教えてください。中谷防衛大臣。はい、中国、北朝鮮、ロシア、これは我が国に到達しうる多数の弾道ミサイル、これを保有しております。しかし、それのみをもって我が国の安全に対する脅威と評価しているわけではありません。弾道ミサイルの能力のみならず、その時々の国際情勢、また当該国の言動、行動など、総合的な分析、評価が必要となります。その上で、政府として北朝鮮による弾道ミサイル能力の増強等は、我が国の安全に対する重大かつ差し迫った脅威と認識をいたしておりますが、これはまず、北朝鮮が国際社会の自制要求にもかかわらず、核弾道ミサイル開発を継続をしている姿勢を崩していない、そして過去3回の核実験を通じて、核兵器の小型化、弾頭化の実現に至っている可能性を排除できない、そして日本を大半を射程に入れる数百発もの弾道ミサイルを配備をしている、そして昨今、弾道ミサイルの発射訓練を繰り返している、そして我が国の具体的な都市名を挙げて、弾道ミサイルの打撃圏内にあることを強調するなど、挑発的な言動を繰り返していることなどを総合的に分析を評価した結果でございまして、北朝鮮の軍事動向、これは我が国もとより、地域、国際社会の安全保障にとっても、重大な不安定要因となっております。山本君。ごめんなさい、ありがとうございます。質問レクっていうのが質問する前にございまして、そこでどんな質問をするかっていうのを少し、お互いにコミュニケーションできないといけないんで、やり合うんですけれども、その時に、ここはサクッといきたいですと、世間話をしているようにっていうようなお話だったんですけれども、丁寧にご説明をいただきました。ありがとうございます。続きまして、ひげの隊長、もし現実にミサイル撃ってきたらどうすんのと、どうすんのとは言ってないです。どうする？あかりちゃんに聞いてるんですよね。安倍総理、そろそろ声を聞かせてください。もし現実にミサイル撃ってきたとしたら、どうするんですかね。安倍内閣総理大臣。我が国に対してですね、
弾道ミサイルが発射された場合には、自衛隊が米軍と協力をしつつ、弾道防衛ミサイルシステムによって、これを迎撃をいたします。具体的には、イージス艦とPAC3により、2段階で対応することを考えております。その際、我が国に弾道ミサイルが飛来すると認められるものの、これが我が国に対する武力攻撃とは認められない場合には、自衛隊法第82条の3に基づく弾道ミサイル等破壊措置により対処することになるわけであります。他方ですね、我が国に対する外部からの武力攻撃に該当すると判断をし、我が国を防衛する必要があると認められる場合には、自衛隊が自衛隊法第76条の防衛出動により対処をすることとなります。また、武力攻撃事態などに該当すれば、事態の状況に応じて、国民保護法等の関係法令や国民保護計画等に基づいて、警報の発令や住民の避難等の措置を迅速かつ的確に取ることになります。山本君。ありがとうございます。丁寧にご説明いただきました。次は一言で答えていただけると助かります。時間の問題もありますので、安倍総理、教えてひげの隊長だけでなくてね、国会答弁でもよく出てくると思うんですよ。この弾道ミサイルの問題、武力攻撃の問題、よく出てきますよね。我が国にとって重大かつ差し迫った脅威であるという認識でよろしいですか。イエスかノーかでお願いします。安倍総理大臣。これはですね、当然、数百発のミサイルを保有していて、核を開発していると、搭載能力を向上させているということについてですね、脅威と考えております。山本君。ありがとうございました。同じ答えをですね、以前出しました質問主意書、その中でお答えをいただきました。まさに、脅威であると、我が国の安全に対する重大かつ差し迫った脅威となっていると認識しているというお答えを以前にいただいているんです。これテレビご覧になっている方々、ご存じなかったらいけないんで、軽く説明させてください。質問主意書というシステムがございます。何か疑問に思ったことがあれば、質問を書いて、それを政府に渡すと、それが、答え、閣議決定として返ってくるというシステムなんですね。非常にいいシステムですよね。で、去年12月、私は政府に対しまして、この質問主意書を使って出しました。どんな内容だったか。九州電力株式会社、仙台原子力発電所への弾道ミサイルによる武力攻撃に対する国民保護計画に関する質問主意書を提出しました。皆さんのお手元にあるのは配布資料の2です。あまりにも長くて漢字だらけでよくわからなかったでしょ。もしも仙台原発に核ミサイル、弾道ミサイル、その他が飛んできたらどうするんですかってことを質問主意書で聞いたというお話です。進めます。その中で私は、弾道ミサイル攻撃等を含む武力攻撃による原子力災害への対処について、鹿児島県と薩摩川内市は、それぞれの国民保護計画の中に記載があると、以前、政府は答弁しましたが、政府自身は、九州電力株式会社、仙台原子力発電所に対する他国等からの弾道ミサイルによる武力攻撃を想定していますかと質問いたしました。安倍総理の名前で返ってきた答弁書、質問主意書に対する答えは、安倍総理のお名前で返ってくるんです。他国等からの弾道ミサイル攻撃に関する想定については、政府として特定の施設についてお答えすることは差し控えるが、弾道ミサイル等の移転、拡散、性能向上にかかる問題は、我が国や国際社会にとっての大きな脅威となっており、特に北朝鮮の核、弾道ミサイル開発は、我が国に対するミサイル攻撃、示唆等の挑発的言動と相まって、我が国の安全に対する重大かつ差し迫った脅威となっていると認識している。政府としては、国民の生命、財産を守るため、平素より弾道ミサイル発射を含むさまざまな事態を想定し、関係機関が連携して、各種のシミュレーションや訓練を行っているところであると書いてありました。総理、政府としましては、平素より弾道ミサイル発射を含むさまざまな事態を想定し、関係機関が連携して、各種シミュレーションや訓練を行っているということで、間違いございませんか。安倍総理大臣。政府においてはですね、国民の生命、財産を守るためですね、平素からですね、さまざまな事態を想定して、地方公共団体、関係機関を通じた対処能力の向上が図られるよう、各種のシミュレーション、そして政府機関が連携した対処訓練や
地方公共団体と共同した国民保護訓練を実施をしているところであります。このうち、国民保護共同訓練については、各種テロや武装グループによる攻撃など、緊急対処事態を主として、警察、消防、自衛隊など、関係機関が参加した総合的な訓練を行っておりまして、原発に対するテロ攻撃を想定した訓練も行っております。山本君。ありがとうございました。やはり有事に備えてしっかりとシミュレーションするんだと、訓練もするんだという、総理のお仕事、ちょっと垣間見れたような気がいたします。ではお聞きします。総理、さまざまな事態を想定し、各種シミュレーションを行っているそうでございますが、川内原発の稼働中の原子炉が、弾道ミサイル等攻撃の直撃を受けた場合、最大でどの程度、放射性物質の放出を想定していらっしゃいますか。総理。原子力規制委員会、田中委員長。ご質問ですが、航空機衝突を含めて原発が大規模に損壊した場合の対処施設は規制要求として求めておりますが、弾道ミサイルが直撃した場合の対策は求めておりません。弾道ミサイルが直撃するような事態は、そもそも原子力施設の設置者に対する規制により対処すべき性質のものではないと考えています。放射能が放出されるという事態は、したがって弾道ミサイルによって放出されるという事態は想定しておりませんが、仙台1、2号炉の適合性審査では、原子炉格納容器破損の防止、あるいは放射性物質が異常な水準で敷地外に放出されることを防止するための対策を求めると同時に、厳しい事故を想定し、対策の有効性を確認しています。それによりますと、放射性セシウム137の放出量は、仙台1、2号機の場合には、約 5.6 テラベクルと評価しております。ちなみにこの値は、福島第一原発事故で放出された量の約1000分の1以下ということになっております。山本君。はい、ということなんです。今の答弁、あまりにも長すぎて、テレビご覧の方、何言ってるか全く分からなかった方、大勢いらっしゃると思います。要は、シミュレーションしてないんだと、シミュレーションしないんだと、ってことをおっしゃったんですよね、委員長ね。弾道ミサイルが飛んできた場合、原子炉、その近くに着弾した場合、もしもそれが破損した場合に、一体どのような状況になるか、その漏れ出すっていうものに対しては、それは計算されてないってことですよね。で、今言われたものに関しては、言われましたよね、福島の1000分の1、もちろん基準はあるんですよ、もしものことが起こった場合、1000分の1だったり、100分の1とかっていう、うっすらとした何かの基準は存在してるんです。だけど皆さん、どう思いますか。弾道ミサイルが着弾したとする。その他にいろんなミサイルが着弾したとして、原子力施設破壊されて、福島の東電原発の1000分の1の放出量で済むと思いますかっていう話なんです。思えませんよね。どうしてそれをしっかりと計算しないのかという話になるんですけれども、あまりにもひどくないですか、これってね。で、これ、質問主意書でね、質問したんですよ。家庭の質問であり、お答えすることを差し控えたいっていう話なんです。家庭の話っていうけれども、これ、やっぱり家庭の話っていうと、やっぱこれ、答えるの難しいもんなんですかね、総理。これはお伝えしてなかったんですけど、やっぱりそういう、何が飛んでくるか分かんないっていう状況の中で、家庭の話っていうのには、なかなか、それは答えづらいもんなんですか。安倍総理大臣。この武力攻撃自体はですね、その手段、規模の大小、攻撃パターンが異なることからですね、これにより実際に発生する被害もさまざまであり、一概にお答えすることは難しいということでございます。山本君。はい、一概に答えるの難しい、家庭では答えられない、そしてこの安倍総理の名前でいただいた質問主意書でも、家庭の質問であり、お答えすることは差し控えたいというようなお答えをいただきました。でも考えてみてください、今回の法案、中身、家庭や想定をもとにされてないですか。
A 国が B 国に攻撃を仕掛けた。友好国の B 国から要請があり、新3要件を満たせば武力行使ができるの、できないの、これ、仮定ですよね。仮定でしょ。仮定でよくわからないとかってごにょごにょ言う割には、仮定でどんどん物事を作っていこうとしてるんですよ。仮定、想定でそこからシミュレーションしていって物事を、作り上げていくっていうのは当然のことだと思うんです。都合のいい時だけ想定や仮定を連発しておいて、国防上ターゲットになり得る核施設に関しての想定、仮定できかねますって、これどんだけご都合主義ですかって話だと思うんです。我が国を取り巻く安全保障環境、著しく変化してるんでしょ。飛んでくるかもしれないんでしょ、ミサイル。中国が、北朝鮮が、いろんな話をされてるじゃないですか。10分で到達します。で、飛んできたときは何もできてません。困りますよね、それ、本気で守る気あるんですか。この国に生きる人々の生命、財産、幸福追求権守るんだったら、一番脆弱な施設、しかも核施設をどのように防御するかということを考えなきゃいけないのに、その逃がす方法も1000分の1、100分の1、その程度の放出量でしかないなんて、これ、何なんですか。意味がわからない。続けます。この先ほどお示しした質問主意書、避難計画、防災計画作成の必要性は、最大で何キロメートル圏の自治体に及ぶと想定していますかと質問しました。でもこれ、答えなかったんですよ。おかしくないですか。何かあったときにどの範囲で避難するか、どのような方法で避難するかということは決められてなきゃいけない。国民の生命、財産、幸福追求権守るんでしょ。どうして書かれてないんでしょう。総理、もしも弾道ミサイルが飛んできて破壊された場合、何キロ圏までの計画を作成するべきなのか教えてください。内閣官房、大場内閣審議官。武力攻撃自体は、武力攻撃の手段、その規模の大小、攻撃パターンなどにより、さまざまな想定があり得ることから、国民保護措置の実施に関する基本的な方針を閣議決定した国民保護基本指針においては、着上陸侵攻、ゲリラや特殊部隊による攻撃、弾道ミサイル攻撃、航空攻撃の4つの類型を想定しておりますが、特定の定量的な被害は期していないところでございます。そして弾道ミサイルなどの武力攻撃により、原子力災害が発生した場合については、あらかじめ地域を定めて、避難等の措置を講ずるものとするものではなく、事態の推移等を正確に把握して、それに応じて避難等の対象範囲を決定することとしております。山本君。先ほどの内閣官房の方にお聞きしたいんですけれども、後半部分、よく聞き取れたんですけれども、いろんなパターンがあるから、どういう状況になるかが分かりづらい、だから実際にそうなってみて、いろんな被害の状況を見たりとか、実測値を測っていきながら、その避難の範囲であったりということを決めていきたいという理解でよろしいでしょうか。イエスかノーかでお答えくださいますか。大場内閣審議官。事態の推移等を正確に把握して、その対象範囲を決定するということでございまして、例えば放射性物質等の放出の状況とか、武力攻撃事態の推移等、これらにつきまして、なるべく正確に把握して、避難等の対象範囲を決定していきたいということを考えております。山本君。皆さん、分かりましたか、今のテレビご覧の皆さん。要は、前もってのちゃんとした避難計画であったりとかっていうものは、うっすらしか存在してないってことなんですよ。今言いました、事態の推移、この意味分かりますか。原発にもしも事故があったとしても、福島第一の東電福島原発のような事故があったとしても、そしてその他に今一番危険とされている安倍総理、そして安倍内閣が声高に叫び続ける中国、北朝鮮からのミサイルがという着弾が原子力施設にあったとして、被害があったとしても、これ、事態の推移、要は一度被爆させていただく、一度被爆していただくという話ですよ。実測値で測っていくしかないんだっていう話ですよ。こんないい加減な話あるかよって。誰の税金で食べて、誰のお金でこの国会が成り立っていて、そして霞が関も、そして永田町もやっていけてるんだって、誰の命を守るんだっていう話でしょ。どうして真剣にやらないんでしょうね。こんな1日3億円近くかかる国会の審議って言いますよね、予算割っていったら、それを95日間も延長しておいて、で、実際、その飛んでくるだなんだって言われてるミサイル、もしもそれが着弾した後の最悪のパターンというものを考えていないんですか。
呆れて物も言えない、国民の生命、財産、幸福追求権、これを守れるとは到底思えない、何もやっていないに等しいと思います。先に行きたいと思います。配布資料の3、去年5月28日に発表されました、田中規制委員長が主導して、関係自治体の地域防災計画や防災準備に資する基礎的データを提供するために、原子力規制委員会が作成したんです。要は基準がなかったよねってことなんです。基準がなかったから、それじゃあちょっと避難計画とかいろんなものを立てづらいでしょ、いろんなものにお役立てくださいということで、規制委員会が作ってくださった田中委員長、専門家の方ですよね、作っていただいたってことですよね。で、これがどれぐらいの数値だったかといいますと、先ほど一度出てきました、東電福島原発の排出の100分の1、100分の1、先ほど1000分の1という単位も出てきましたけれども、これは100分の1で間違いがないですよね。で、その下に注意書きが書いてあるんです。緊急時の被爆線量および防護措置の効果の試算についてという紙なんですけど、これ下に注意書きが書いてある。どんな内容か。なお、本試算はこれ以上の規模の事故が起こらないことを意味しているものではない。100分の1で計算してたらどえらい目に遭いますよって。我が国で起こった事故で一番最大の数は何なんだって話ですよ。どうして100分の1にするんだって。それはね、新規制基準というものを作りましたから。新規制基準を通過したものはいくら事故があったとしても、おそらく 100分の1ぐらいにしかならないんじゃないかなという希望的観測じゃないですか、これ。これもしも事故あったとして誰か責任取りますか？想定外で終わりですよね。現在も進行中の事故、福島、メルトダウン3とも、3メルトダウンとも言われている。レベル7の事故3つ、収束の仕方もわからない。そんな事故があるにもかかわらず、誰も逮捕されない。強制捜査も入らない。わかりますよね、言っている意味。責任、どうやって取るのかということを、覚悟を知りたいですよね。無理にやるんだろって。いろんな安全保障の問題だ、エネルギー問題だっていろんなことを言ってるけれども、実際はどうなんだって。もしものことが起こった場合、また泣き寝入りか？福島の事故のように。あまりにもおかしいじゃないですか。100分の1なんていう数字、これじゃ試算できないはずです。人々の命は守れない。総理答えてくださいよ。これ100分の1で十分だと思われますか？これ伝えてないですけど、総理に答えていただきたい。安倍内閣総理大臣。武力攻撃による原子力災害への対処については、国民保護基本方針に基づいて、原発からおおむね5キロ圏内は直ちに避難、原発からおおむね30キロ圏内はまずは屋内退避といった対応を取ることが基本であります。他方、武力攻撃によって5キロ圏、30キロ圏といった範囲を超える大規模な放射性物質の放出が起きた場合には、そうした状況に応じて、臨機応変に対処を行うことは当然でございます。指針もですね、事態の推移に応じて、必要があると認めるときは、30キロ圏よりも外、30キロ圏よりも外も、30キロ圏内と同じ避難等の措置を行うとしています。その上で、国は汚染のレベル、武力攻撃の状況等に応じて、避難地域、避難先を明らかにして、避難に関する措置を地方自治体に指示いたします。さらに、国は自衛官、海上保安官による誘導避難を通じて、地方自治体とともに全力で住民の救援に当たってまいります。山本君。はい、安倍総理、原子力規制委員会ね、原発に対する弾道ミサイル攻撃については関知してないんです。これ、以前に自分の所属している内閣委員会でもお聞きしたことがあるんですよね。こうおっしゃってます。結論から申し上げますと、評価はしておりませんし、評価というのは、そういう事故があった場合の評価、どうするのかということですよね。今後もやるつもりはありません。ミサイルはいろんな種類がありますので、どういったものが飛んでくるかも分かりませんし、どういう状況になるかということも想定できませんので、やるつもりはありません。これ困るんじゃないですか。今、この法案、無理やり10本のもの1本に束ねて、無理やりやろうとしているこの法案、憂活と言いながらみんなの夏休みを奪っているこの法案、どうします？
これね、やっぱりね、試算しなきゃだめなんですよ。原子力災害対策、違うな、原子力災害対策本部長って誰でした？原子力災害対策本部。総理ですよ。そうですよね。ってことは、委員長、自分で勝手にできない。ひょっとしたらやりたいかもしれない。まあ、やりたくないでしょうけれども。だったら、総理が決断するしかないんですよ。これ、シミュレーションしてもらってください。いかがでしょう、総理。総理に聞きたい。安倍内閣総理大臣。このシミュレーションにつきましてはですね、先ほど申し上げましたように、各種テロや武装グループによる攻撃など、緊急対処事態を主として、警察、消防、自衛隊など関係機関が参加した総合的な訓練を行っております。原発に対するテロ攻撃を想定した訓練も行っておりますが、この原発への弾道ミサイル攻撃についてでございますが、この武力攻撃自体は武力攻撃の手段、その規模の大小、攻撃パターンなどによってさまざまな想定があり得ることから、国民保護措置の実施に関する基本的な方針を閣議決定した国民保護基本方針においては、着上陸侵攻、ゲリラや特殊部隊による攻撃、そして弾道ミサイル攻撃および航空攻撃の4つの類型を想定しておりますが、特定の量的な被害は期していないわけであります。そして弾道ミサイルなどの武力攻撃により原子力災害が発生した場合には、あらかじめ先ほど申し上げましたような形で避難等の対処範囲を決定することとしております。山本君。ありがとうございます。とにかく答えは出せないんだと、そりゃそうですよ。ね。これ、危機管理の基本ってなんだ？プリペア・フォー・ザ・ワーストですよ。最悪の事態に備える、これ当たり前です。でも最悪の事態には備えてない。どちらかというと、見たくないものは見ない。耳は塞ぐ。でもやりたいことだけやっていく。それがたとえ国民のリスクにつながったとしてもやる。原発を見りゃ分かる。安全保障問題は誰のため？よく分かんない。ねえ。本当に国民の生命財産を守るためだったら、このミサイルが飛んできたらどうするかということに対して、核施設が直撃されたらどうするかということに対して、対策はもうすでにできているはず。でもそれができていない。屋内退避ですって、その間に実測値測るって、なるほど、よく分かりました。じゃあお聞きします。田中委員長に。これね、誰も教えてくれないんですよ。川内原発の場合、1号機原子炉内の核燃料、157台の放射性物質、すべて放出された場合、また貯蔵庫の燃料64体、使用済み燃料プール1128体の放射性物質、すべて環境中に放出された場合、すべてです。セシウム137基準で、それぞれ何ベクレルになるんですかって言って、原子力規制庁と資源エネルギー庁に質問したんですけれども、誰一人答えられないんです。専門家である田中規制委員長、お願いします。短めに。川内原発 PWR の燃料1体から最大で何ベクレルのセシウム137の放出があり得るんですかね。知っているか知らないか。知っていたらその後続けていただいて結構です。知らなかったらそこでおやめください。お願いします。田中委員長。燃料集合体の中の放射性物質っていうのは、燃焼度とか冷却期間とか、さまざまな条件によって変わります。当然、全体の量というものは把握しておりますけれども、全部が放出されるというようなことは想定しておりません。先ほど申し上げたとおりです。山本君。はい、ありがとうございます。計算のしようがないって。ね、でも分かりそうなもんですけどね、計算したら。で、お聞きしたいんですよ。これね、再稼働なんてできるはずないんですよ。川内原発。政府が川内原発に対する弾道ミサイルに対して危機感を持っている。で、もしも再稼働された場合じゃない、もしも着弾した場合、弾道ミサイルが飛んできた場合の対処の方法はほぼないんですよ。再稼働させるんですか？ただでさえ避難計画むちゃくちゃで適当なのに。それだけじゃない。地震、断層ももっと広がってきてるってことが分かってる。火山も、火山学会がおかしいっつってる。再稼働できるはずないでしょ。ミサイルどうやって防ぐんですか？再稼働するんですか？それでも。できるはずないですよ。お答えください、総理、お願いします。安倍内閣総理大臣。これは従来から政府の立場、ご説明をしておりますが、原子力規制委員会において、安全基準、これは非常に世界でも厳しい基準でありますが、この基準を満たしたものについては、再稼働していく方針でございます。
山本君。安倍総理の規制委員会への責任転嫁で、この質疑は終わりたいと思います。ありがとうございました。